ろ一瞬で。こんだけ入ったら大丈夫。味が一個一個はっきりしてて、なんか美味しかったですよ。やっぱり普段自分で買ってきちゃうのから全部スーパーとか、またちょっとやっぱり違うなって思って。うちは、果物屋さんとフルーツパーラーを併設した店なんですけど、うちの家が代々果物屋をやってるんですね。でさらに遡ったら和歌山の柿農家から始まってて、その柿を売り歩いたところから、果物を販売するっていうところにこう踏み込んで、もうおじいちゃんの代かなで大阪に出てきて、本格的にもう農業を切って果物の販売を始めた、専業になったっていう感じですよね。ここは、山口果物センターキッチンになります。で店からちょっと離れたところで、店舗で販売するゼリー、フルーツサンドとか、フルーツの加工品と、あとは、店舗だけじゃなくて百貨店とかに出荷する商品を作ってる場所になります。こだわってるのがゼリーのこのゼリーそのものなんですけども、ゼラチンではなくて、海藻と豆を原料にしたゼリー粉を使ってるんですけど、配合のバランスで全然食感変わるんですよ。つるんとして柔らかい食感なんですけど、しっかり食感があるっていう独特な食感を生むゼリー粉の配合になってるので、果物が美味しいのはもちろんなんですけど、このゼリーの食感っていうところにこだわって作ってます。一番奥の作業台の下がブラストチラーっていう、瞬間的に商品の温度を落とす下げるっていう、そういう冷蔵庫。これは一応ゼリーのために導入した機械で、うちは生の果物を使ってるんで、使うその日その日によって酸の強さって変わるんですよ。固まる前に長時間その酸の強い状態に置いてしまうと全く固まらなくなったりとかするんで、いかに早く固めるかって結構大事なんですよ。機械入れてからは固まるまでの時間を短縮できるんで、安定してしっかりと食感のあるゼリーを作れるようになっていると。今またいいやつ使うから、1000円切ります。普段はこんなこと言わない。私もキャリアが足りない。なんかすごいいろいろ一瞬で。
どうしてもフルーツサンドって果物こだわってるのはもちろんなんですけど、生クリームが果物のよりも主張しがちになるんで、じゃあ生クリームをちょっと何種類かの生クリームを混ぜて、あまりこの果物の邪魔しない、どっちかというとこうあっさりした味に仕上がるように複数の生クリームをブレンドして、はい、使ってます。ロールケーキは生地のレシピがあまり大量生産に向かないレシピをあえて採用してるんですよ。家でケーキ作り好きな人がちょっと凝って作る時に使うようなレシピの、作り方になってるんで、大量生産はあまりできないんですけど、その代わりロールケーキの生地の口どけがものすごくよくなりますので、生クリームはフルーツサンドと同じ生クリームを使ってるんで、うちのロールケーキの特徴は果物を生かす生クリームと口どけのいい、生地っていうのが特徴です。もちろんケーキの専門店ではないですけれども、ロールケーキの生地は自信持ってます。はい。なんかいっぱいそれこそ大量に旅行とか家族旅行行って、ああ、そうなんだ。そうなんです。断面のクリスプになってるの？いや、こんだけ入ったら大丈夫。
高島屋栄店の方でね、ここのフルーツサンドをね買って帰ってたんですよね。それでものすごい美味しくてね、こっちの方へ道順聞いて、何回か来させてもらいました。やっぱサンドイッチ、フルーツサンド、生クリームとフルーツの絶妙な感じやね。おじいちゃんの代からやってるので、産地とのつながりっていうのがやっぱり強いのが強みかなと思います。で、常にそのシーズンの王道行く果物、冬場のみかんとか夏場の桃みたいな、そういうのはできるだけ僕自身が産地に行って直接買い付けたものを使うっていうのを心がけてるんですけれども、やっぱりその仕入れ先とかっていうのはなかなかね、産地の仕入れ先を確保するの難しいんですけども、それがあるって、それをしっかり確保できるっていうのがうちの強みですよね。僕がいつもお勧めしてるのはこの切り方ですね。切って種まで切り進んで、この切り身を外すっていう切り方ですね。これするとこの桃って空気に触れるところ色変わってくるんですけれども、よくこの半分切ってグリンってやったりとかすると半面全部空気に触れちゃうじゃないですか。全部食べないといけなくなるんですけど、これだと例えば一人暮らしとかでも今日3切れ食べてあと残しといて、あと残り明日とかしてもこの部分だけそげばあとは色変わってないんで、ちょっとずつ食べれるんで。
ちょうど昨日から桃の買い付けを始めたとこなんで、これから1ヶ月半ですかね、毎週和歌山に、行きます。一番大事なのは熟度なんですけど、熟度は多分皆さんがスーパーで買うっていうところだと、そんなに熟度が上がったものはもう基本的にはないと思ってもらった方がいいです。桃ってお尻型になってると思うんですけども、それの左右のバランスのできるだけいいものっていうのを選ぶと、まんべんなく甘い桃を買うことができるかなと思います。色は見なくても大丈夫です。青いのはダメですよ。未熟すぎるので青いのはダメですけれども、真っ赤に染まってる必要はないです。なんていうの、このちょっとプツプツっと白いそばかすみたいなのが出てますね。こういうのが熟度の高い桃ですね。これが出てて、でお尻の左右の大きさが均等であれば抜群ですね。フルーツだけなんか5、6種類入ってて、味が一個一個はっきりしてて、なんか美味しかったです。普段自分で買ってきちゃうのから全然スーパーとか本当はちょっとやっぱり違うなって思って、子供がやっぱりいてるとアレルギーで、ケーキとか食べれない子結構増えてるんですよ。で子供の誕生会をするとかで子供が10人集まるってなったら、必ず誰かやっぱり小麦食べれないとか、卵食べれないとかなってケーキがなかなか出しづらいっていうのがよくあるんですけど、そういうお客さんに結構最近人気があるのがフルーツオードブルっていうのがあって、果物もね特定原材料としていくつかオレンジとか指定はあるんですけども、まだそれほど多くないんで、子供さん集まってもアレルギー気にせず食べれるっていうので、今結構このオードブルが人気があります。で大阪市内は配達もしてるんで、お誕生日に呼んでいただければ、配達させてもらいます。贈り物なのでスーパーとかじゃなくて、ここの近所の人に差し上げるんですけど、ここだったら間違いないなと思って、それで来ました。いろんな果物で季節感があるし、あとは目利きの人が選んでるから味が間違いないと、日本の有数の果物屋さんって東京にもありますけど、お値段もこちらはなんか
多分良心的っていうか、お手頃なものからいろいろ用意されてるから、やっぱり来やすい。今シーズンで言えばスイカじゃないですか、でスイカはよくね玉丸ごとで見たら見分けるポイントっていくつもあるんですよ。今実際皆さんスイカ玉で買わないじゃないですか。あんまりね買っても持て余すんで、実際買うのはこっちやと思うんですよ。カットスイカでもじゃあ見分けるポイントがあって、この皮の分厚さを見るんですよ。で大体この皮の分厚さが、1センチ弱ぐらいが一応ベストと言われてて、で僕大体この僕の指の第一関節のところが1センチちょっとあるんですよ。それで僕でいつもこの指を当てて大体どんなもんかなっていうのを見てます。多分僕らは玉で判断するんですけども、皆さんがスーパーとかで買う時に見るのはこの皮の厚さを見たらいいな。薄すぎてもダメですし、分厚すぎてもダメです。程よいのが1センチですね。見分けるのはもう自分で勉強しました。でもうイベントでフルーツ大学っていうのをやってるんですけど、そこでその見分け方とかをそのお客さんに教える、ここ見たらいいですよ、今みたいにスイカはここ見たらいいですよみたいなのを教えるイベントをやってるんですけども、それをやりながらでやっぱり自分も知識をつけていったっていうのが多いですかね。そうであとは産地に行くことが多いんで、産地に行ったら僕は果物全般を見ますけども、リンゴだけを見たらやっぱりリンゴの農家さんがやっぱり圧倒的にリンゴのプロなんで、そういう人たちに教えてもらえるっていうのはやっぱ大きいですかね。行ったところについでに桃の農家さんとかに「桃ってこれどこ見たらいいの?」って聞いたら「いやここ見たらいい」っていうのを僕たちは全く知らないことを教えてくれるんで、そこでつけていった知識ですかね。だからその辺の果物屋さんよりは知識がある自信はあります。一つ目は同じ谷町6丁目なんですけれども、チルコ道路さんっていうジェラート屋さんがあります。はい、ここもう地元ではすごい有名店なんですけども、ジェラートもイタリアとか日本でいっぱい賞を取ってる、味は間違いない店なんですけども、接客がいい、面白い。はい、もうそれはもうぜひ行って体験してほしいんですけれども、もうめちゃめちゃ温かく迎えてくれて、温かく見送ってくれますんで、はい、それを楽しみに行っていただけたらなと。はい、でもう一つはうちのこれもお店の近く上本町なんですけれども、風風亭っていううどん屋さんです。はい、でここはね讃岐うどんなんですけれども、コシがすごくて、で僕行ったらいつもぶっかけうどんっていうの汁がなくて麺だけがあって上からタレをかけて食べるやつを食べるんですけれども、待ってる間に生姜をするんですよ。この初めに生姜とおろし金だけ渡されて、それをすりながらうどんを割って、うどんが来たら上からかけて食べるんですけれども、何もかけなくてもうどんの麺だけでいっぱい食えます。はい、もう汁も味も何もいらないです。はい、っていうぐらい麺の味とコシがしっかりしてるうどんなんで、僕は僕の中ではうどんの日本一だと僕は思ってますんで、っていうぐらい好きです。はい、僕はおすすめですね。